武藤さん、こんにちは。今回もよろしくお願いします。こんにちは、ホッチーくん。今回は一部介護が必要な高齢者の方のケアリーホームについて紹介していくよ。武藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。武藤さん、こちらの円グラフは何ですか？これはね、現在住んでいるお家にこれからも住み続けたいと思っておられる高齢者の方の確率だよ。そうなんですね。でも高齢になると介護が必要になってきたりして不便な点も出てきますよね。さすが、分かっているね。高齢者の方が自宅に住んでいて身体機能の低下などで介護が必要になってくるケースもあります。しかし介護リフォームは費用もかかるし、諦めている方も多いかと思います。そうですよね。なかなか実現されている方も少ないかもしれませんね。そんな時に介護保険をうまく利用するという手もあるんだよ。介護保険？住宅改修、福祉用具購入、福祉機器のレンタルに介護保険が使えるんだよ。なるほど。もう一つ、各市町村の高齢者住宅に関するサービスを活用するという手もあります。どんなサービスがあるんですか？市町村によって助成金制度が異なっているので、各市町村の高齢者住宅助成金係に尋ねるというよ。わかりました。ありがとうございます。武藤さん、今住んでいる住宅に住み続けるために必要なリフォームのポイントを教えてください。安全な外出はね、玄関の上がりが待ちの段差をスムーズに歩行できるように手すり、踏み継ぎ台の設置なども必要だね。トイレは高齢になると夜中に頻繁に行く場合もあるので、ベッドの横に便器があると助かるね。浴室は出入り口に段差がある場合が多く、出入り口につかみやすい手すりをつけたり、浴槽に入りやすい手すりをつけることが必要でしょうね。このあたりがポイントになるかな。なるほど。とってもよくわかりました。これに福祉用具、福祉機器を組み合わせるんですよね。よくわかっているよね。姿勢制御椅子、長時間正しい姿勢が保てる椅子、特殊寝台ベッド、手すりと膝を使って楽に車椅子へ移乗、室内用六輪車、コンパクトな動きができる車椅子、その他の福祉機器、歩行器、電動カート、下半型階段昇降機、下半式設置型リフト、いろいろの福祉機器があるからね。こういったものを組み合わせてリフォームしていくんだよ。住宅改修や福祉機器の購入、レンタルにも介護保険が使えるんですもんね。そうなんだよ。ただし、すべての福祉機器が対象になるわけではないけど、有効に利用できる保険だね。武藤さん、僕ちょっと賢くなってきました。そうだね。いつも楽しく聞いてくれるから、私もとっても嬉しいよ。次回も楽しみにしていますね。では皆さん、また次回お会いしましょう。